ご視聴いただき、ありがとうございます。長官夫人です。今回は、前回の動画のタイマルショックで購入した、とっても可愛いコーヒーカップ型のボングをご紹介します。カット見ただけでは、テイクアウト用のコーヒーカップそのもの。これがボングだとは、なかなか気づかれなさそうなデザインです。人目が気になる場面でも、こっそり使えそうなのは嬉しいポイント。とはいえ、さすがに匂いまでは隠せませんが、見た目の可愛さだけでなく、実際に使ってみると、意外なほど機能的で、とても使いやすい印象でした。このあたりは、実際の使用感も含めて詳しくお話ししていきます。動画の後半では、日本のネットショップで購入したよく似たデザインのコーヒーボングと比較しています。タイで買うよりもお手頃だったので、ちょっと怪しいかもと思っていたのですが、結果はやっぱりという感じに。何が違ったのか、どこに差が出たのかも正直にお伝えします。合わせて、コーヒーカップ型ボングの使い方や仕組みについても、わかりやすくご説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。どうぞ最後までごゆっくりご覧ください。こちらは、前回動画でご紹介したタイマルショックの店内。このお店で売られていたものは、ショックのロゴ入りで価格は490バーツ。以前列のお店で見かけたものは、ロゴなしで350バーツだったので、それと比べて少し割高ではありますが、どうしても使ってみたくて、こちらのお店で購入しました。実はこれまで、様々なタイプのボングを使ってきたんです。最近は、このような大きめのガラスボングを使うことが多かったのですが、正直なところ、このコーヒーカップ型の方がずっと使いやすいと感じています。実物を見ながら、お気に入りポイントを紹介していきましょう。まず、サイズがコンパクト。ホテルを移動する際も扱いやすく、割れる心配もほとんどありません。さらに密封性が高く、うっかり横に倒してしまっても、中の水がこぼれにくいのが嬉しいところ。使用後の水はかなり匂いがついているので、こぼしたら大惨事です。気密性が高い分、使用時の音も控えめです。ガラスボングのボコボコという大きな音は、バルコニーでこっそり使うのに向いていないんですよね。氷を入れてアイスボングにして使うと、結露で周りが濡れてしまうことがありますが、表面が冷たくならず、結露もしませんでした。結露で大事な葉っぱが濡れてしまうこともありません。冷たくないので持ちやすく、氷も溶けにくい印象で、気がつけば良いところばかり。何よりこの可愛らしさにテンションも上がって、長官夫婦のお気に入りになっています。まずはコーヒーボングの仕組みを簡単にご紹介。ボングの蓋の部分に白い火皿がついています。その下には筒がつながっています。こんな感じですね。わかりにくいので色を変えますね。カップの中に水を入れます。火皿に葉っぱを詰めて、火をつけて、吸い口から吸うと、火皿の方から水に入った空気、煙が気泡となって上がってきて、
それが吸い口から出てきます。この気泡でゴボゴボと音がします。煙が水の中を通るので、有害物質が除去されたり、煙が冷えて吸いやすくなります。カップの中に氷を入れて使うと、思いっきり吸い込んでも熱い空気が冷やされて、喉が熱くなりません。と、まあいいこと尽くしなのですよ。次は、使い方をご紹介します。手順はとてもシンプル。まず、吸い口を持ち上げると、中に白い火皿が入っています。ここに直接火をつけて大丈夫かなと少し不安に思うかもしれませんが、白い部分はセラミック、その周りは火に強いシリコン素材なので心配はいりません。この火皿に発火を詰めていきます。その際、こんな小さな網があるととても使いやすいです。コーヒーボングには小さい網を用意しましょう。火皿は端の穴にセットします。次にカップの中へ水を入れます。水量は蓋の管の先がしっかり浸かっていれば OK。 ここで氷を一緒に入れるとアイスボングとしても楽しめます。さらにジュースやココナッツミルクを薄めて使う方法もあるそうで、いろいろ試してみるのも楽しそうですね。準備ができたら吸い口から息を吸いながら火皿の葉っぱに火をつけます。するともう天国へ一直線。火をつけるときはライターでも問題ありませんが、このような紐タイプのキャンドル、フェンクウィックがあるととても火をつけやすくておすすめです。このように使い方は本当に簡単。タイマルショックで見かけたらぜひ試してみてくださいね。日本でも買えないかなと思って調べてみたところ、見た目がよく似た商品を発見。しかもタイより安い。これは気になる。ということで実際に購入してみました。ところが正直に言うと全体的にちょっと安っぽい印象。タイで購入したものは内側がステンレス、外側がセラミックのようなしっかりした2層構造だったと思うのですが、こちらは内も外もなく安っぽいプラスチック。火皿は一応セラミックらしいものの、その周りの作りが心もとなくて火をつけるのに少し躊躇しそう。ちなみに製造国の表記は見当たらず、この辺りもちょっと不安ポイントです。編集しながら先ほどもう一度探してみたところ、タイで購入したものと同じものと思われる商品を発見。お値段はなんと16,000円。これはもうタイで見かけたら複数買っておこうと心に固く誓った長官夫人なのでした。当チャンネル初の喫煙アイテムの動画でしたが、いかがでしたでしょうか。コメントで感想などいただけると嬉しいです。実は年末の旅行でまたタイへと旅立ちます。前回の旅と同じようにタイマルショックの調査もしてまいりますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけたら嬉しいです。
万人向けとは言いづらいテーマを扱っているため、なかなか登録者数が伸びない当チャンネル。実は少し心が折れてしまい、2年ほどお休みしていた期間がありました。少し遠回りしてしまいましたが、こうしてまた戻ってきました。チャンネル登録をしていただけると、長官がとても喜びます。今後の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次回はタイからの動画になると思います。どうぞお楽しみに。